チェンバーボーン。アップデート7。丸太不足に悩んでたものの立体植林場も完成して資材の備蓄を着実に増やした我らがビーバー。さあ基礎工事はすでに完了済み、準備は整った。新たに巨大工場の建設を始めるぞー。で現状はこんな感じ。無計画に並べた倉庫が佇んでおります。さすがに工場建設も無計画とはいかないので、現状の公用区を見て建物の数を参考にしましょ。とはいえこっちも継ぎ足し継ぎ足しで建ててたから最適ってわけじゃねえぜ。まあ規模感はこんな感じってことで。新工場建設予定地のサイズ感をチェック中。狭いかと思ったがこの大きさの建物が横10棟ずらーできるのな。さてこっからどうしよう。今ある工場と同じだけの建物を仕込むだけならこんな感じでいいかな？それなりに綺麗に収まった。で数が必要な製材所と歯車は2階にずらー。必要な建屋は揃うけどこれはなんだかな。ダメじゃないけどしょぼいというか、動画投稿するものとしてはこれで満足しちゃいかんというか、そんな高尚なチャンネルじゃねえよ。こんなしょぼい設計を考えたのは誰だー？数十秒前のお前だ、忘れるの早すぎだろ、頭ビーバーかよ。作り直し。そして設計が完成するまでリアル3時間かかるのであった。マジっすか。悩んだ結果、1階部分は倉庫になりました。倉庫は歩ほどあるのに、迷走しとる。でその上に製材所と歯車工場。製材所では原料の丸太を使い板を作り、歯車工場は板を使い歯車を作る感じなので効率いいかな？ 3 階は適当に製錬所と爆薬工場と木材加工所。製錬所と木材加工所で使う資材置き場が中央にあるな。爆薬は在庫4800あるし適当生産。さらに上に伸ばそうとも考えたけど、景観を損ねるので横に第2工場を作ることにしました。本館とつながる関連施設別館。こっちはボットの生産施設にするつもり、トリマ燃料と触媒を作る生成所を建てましょ。そうだ完成した時ビーバーが割り当てられちゃうから忘れる前にボットに設定変更しとこ。地味に面倒な指示だし。ボット別館の3階はこんな感じ。現状部品工場3の組み立て工場2で多い時でボット170体体制、施設が倍あるから効率落ちても300体くらいに増産されそうだ。まあ余ったら運送や建設させるよ。建設を開始する前に施設の停止を指示。建物の前に先に土台部分を作る作戦。工場の裏からも登れる階段も欲しいね。細かい気配り入りまーす。ここは製紙工場。すぐ裏で伐採された木がここで紙に生まれ変わる。で階段登った先は印刷所にして、ここで紙を使うよ。パンチカードと本作成で各3等を準備。そして今回も始まりましたシャフト地獄。おい。まあすでに水路にはシャフト通ってるからそれほど大変じゃないよ。事前準備 OK。こう折り曲げる &T 字の分岐を使う簡単に上に伸ばせる工法も開発。もっと早く気づいてれば風車分で楽できたのに。それは言うな。立体植林場の道に繋がる階段も作ろっと。工事が少し楽になるかな？あれ？ 1 階の倉庫今更壊してんのか？手前側にシャフトを繋ぐいい手段がなかった。道があるから動力が分断されてる地味にやりづらい設計だった模様。上向きパワーシャフトの上に建物を建てて、通路下にシャフトを通すことでレイアウト変更少しで済んだ。直線だけど無理やり分岐成功。これでシャフトも大体完成。設計お疲れ様でした。さあビーバーたちよ、巨大工場を建設するのだでけー？これ作れんのか？うちのビーバーなら楽勝よ。と思ったんだけど、先にジップライン建設した方が結果的に早く終わりそうだから先に駅作りましょ。おい。それにこのジップラインの桁っての前から使ってみたかったし。お、ジャストフィット。タワーの上の倉庫の屋根を取っ払い駅に改造。でボット別館の上にジップラインを通そうとして気づく。ここ道が繋がってないなと。欠陥設計じゃねえか。畜生、この設計じゃシャフトが面倒くせえ。がっつり作り直すレベルでシャフト面倒設計だった模様。簡単なのに再設計しましゅ。部品工場ずらーでシャフトいらず。で部品工場の上に組み立て工場を乗っけて完成。下から動力つながる簡単シャフトいらず設計になった。あ、ジップラインの桁はここに。そこはこだわるのな。追加でホイホイホイっと駅設置。建設現場の目の前、これは便利そうだ。通勤しやすいように集合住宅の横の駅からつなげる感じにしました。山登るルートも倉庫の上に駅を作って対応。上から建設することもあるから少しは便利かな？さあビーバーの精鋭たちよ、建設を開始するのだー。
再設計によりジップラインステーションが追加されボット別館のデザインが変わった。なお、ボットの組み立て工場が2棟減ってることにこの時のレイムは気づいていない。これはうっかり。植林場の範囲だったのでメープル追加。触媒作るのに使うやつ。20倍速でビーバーの動きっぷりを観察。一回そう作るのに約2日ってところかな。本当はタイムラプス動画にしようかと思ったんだけど諸事情でここで一旦停止。そう、放置してるとハマるんよ。おい。なぜこんなところに、ジップラインの線切った時かも。犯人はお前だ。ボットはともかく和子日霊68歳もハマってる。哀れ和子。ビーバーお亡くなりは悲しくなるので吸収打つ。和子さんご帰宅。こうなるとボットも助けなきゃってなるけど、お前は工数がかかりすぎだからそのまま風化しろ。こうしてしばらく左下のアラートに居座ることとなった。ジップラインに乗って工事に励むビーバーを眺める日々。結構使ってる、優先して作らせて正解だったぜ。ものすごい勢いで建設作業が進んでおります。本館の右側の工事、問題なくサクサク進んでるぜ。本館左側もキリキリ働け。右も左も似たような風景だが、ずっと眺めてられる愛らしさがあるな。飛んでる姿も可愛いね。やっべ板の在庫が切れた。1800枚の板が4日で消えたの巻。歯車の生産量を減らして製材所を追加で建てましょ。板は作りながら新工場建設で。まあ原料の丸太の在庫はたくさんあるから、さほど問題にはならないかな。干ばつ24日が来た。ちょい長めだけどバンジーダムもそこそこ貯水できてるし余裕だぜ。現在の進捗はこんな感じ。足場が9割完成ってところかな。3日後にほぼ足場完成であります。着工10日でこれか、思いのほか早く完成しそうだぜ。さあ足場完成まであとちょっとだ。ガンガエー。では停止してた施設建設を少しずつ解除だ。板の在庫が少ないから製材所はそのまま稼働しちまおう。資材置き場が完成したので資材を取り寄せに設定。ちょい効率良くなるかな。すぐそばで作ってるから変わらんかな。おい。ボットの部品工場を優先して建設し、建物上のジップラインが稼働。なお移動中にジップラインを切られてはまったボットはまだ放置されたまま。新工場の製材所と既存の工場区の同時稼働で、動力ちょっと心配だったけど余裕な模様。風車群まだ余力あります。製材所が完成した。お次は歯車製造所だ。一件ずつちまちま停止を解除だ。めんどい。3日後製錬所周りまで完成。運搬員が鉄を運び建設作業員が使う様子がなんか楽しくて見ている白霊し。この調子ならボット別館もすぐ完成しそうだね。そのボット別館、動力来てなかったけん。お前シャフトつなげなくて立て直したのにそこ忘れるとかビーバー脳にも程があるぞ。ゴリゴリほーい。ビーバー語で話すな。シャフトつなぎ忘れつー。おい。すぐ下にシャフトあるんだけど道をまたぐから地味に設置しにくい。ので建物ごと立て直して突出ぶつかって上から通した。すぐ右に原料の丸太の地下貯蔵庫あるし、効率も良くなったかな。で生産施設が完成したので正門前をデコレーション。工場は足元注意、ライト多めの配置だぜ。意味はないけど防水フロアで工場感を演出。濡れた足で歩くと滑って怪我とかしそうだな。さあビーバーたちよ、自らが働く職場をきれいに仕上げるのだ。いやビーバー怪我するから工場で働くのは全部ボットだぞ。そうだった。生産施設の建設も終わり物流の流れもなんとなく把握、放置してた倉庫の設定しましょ。運搬員、仕事の時間だ。建設と運搬でうじゃうじゃビーバー。ラストスパート、ガンガエー。生成所の稼働を開始。ボットの働く場所で燃料を生産。古い施設は破壊して中身も移動。旧工場区の解体が始まった。建設のために取り寄せ設定にしてた資材置き場を受け取り設定に戻さなきゃ。鉄なんかは作ったのを置く場所だから取り寄せにしたら置けなくなっちまう。これ見て巨大工場、完全稼働じゃと言いつつ製錬所1棟しか動いてねえし。板を使い切って加工した板が作れなくて鉱山の生産性が下がって、スクラップが減って製錬所を動かしても無駄な状況であります。まあ追加アップで鉱山で加工した板と歯車不要になったけどな。使い切ったところでクルアップで、糸かなし。工場前の見た目が寂しかったのでデコデコ。原料運搬の手伝いしてくれないかと、ボット運搬員の拠点も設置。こいつまだおる。耐久残り 37%。長い間、クソお世話になりました大量の鉄をビーバーにもたらしてくれた製錬所が言うたーい。シェッシェ、シェッシェッシェー。
あ、最近鳴りを潜めてた爆破ジャンキーが、密かにお気に入りだったやね。さらば。製材所周りをデストローイ。はぁ、落ち着けレイム、今はビーバーが歩いてる。その爆破スイッチを離すんだ。はっぱー。ビーバーまで爆散するぞ。マジでやめろ。製粉所とメリーゴーランドのところも爆破することにしたので、後で再建を忘れないように建設予定だけ出して停止。ここには立てないがメモ代わりである。しばし使えなくなるけど許せ。なんか爆薬の量がえらいことになってる。運搬員の拠点も邪魔なので移築。無駄に豪華だった医療ベッドとアゴラも買いたい。賑やかだった工場区が数日でなんか地雷原みたいになった。アゴラは動力とかいらないしすぐ作れるから適当に建てちゃいましょ。サクッと移築。夜中にこっそり地区の中心を移動。夜中にやるなよミニキーだろ。いや仕事がリセットされるから夜中にやらないと大混乱だよ。ものすごい勢いで就寝中の無職に仕事が割り当てられてる。周囲の安全確認、よーし。さあこのやべえ感じの爆破、犠牲者出さずに完遂することができるのか？見た感じビーバーもボットも見当たらない。道の接続部分を同時に点火すればいけるはず。葉っぱジャンキーの腕の見せ所だぜ。やっぱー、葉っぱー。深夜に光り輝く葉っぱスターマインをご観覧ください。こだわりある天下一の設定により、いい感じに連続爆破しております。あ、爆破漏れが。あれは階段があった場所なので仕方なし。さよか。日例1日新品ボットお亡くなりです。これは初期不良です。嘘でごまかすな。さてもともとあったボット工場のシャフトが切れたから繋ぎましょ。ボットの数が軌道に乗るまでもともとあったボット工場は残して稼働する模様。お次は建設作業員の小屋とパン屋を移設。まだそこは高さが揃ってない感じなのな。はっぱー。ビーバーが作業しててもお構いなしの爆破。当たらないギリを狙ってるから大丈夫。見た目ハラハラするぜ。さあ自分たちの元職場を爆破するのだー。辛い労働を課せられたビーバーたちの怒りに満ちた鉄槌が振り下ろされる。いや彼らは楽しく労働しています。ジップラインを突然切られたビーバー。目が合ってるけどこれは気まずい。さてどうなる？紐なしで飛んでった。どういう仕組み？命の水。命の水が24日の干ばつ終了をお伝えしました。じゃ干ばつ終わって巨大工場も稼働したし、土地の平坦化を完了させつつ今回はここまで。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。朝日が森に差し込んでビーバーたちが集まる。命の水が流れてく巨大駆除の設計図。カタカタトントン板よ足りない。みんなで力を合わせよう。森の景色を変えてゆくビーバーたちの巨大駆除。ルタイを運ぶ仲間たちジップラインで運べよと。空から降りてくるキノコへ松が育つ森の中でパタパタ刺む水が流れる。みんなで知恵を出し合おう。湖が生まれ森が変わるビーバーたちの巨大駆除。月明かりの下で働く疲れ知らずの職人たち。命の水がたたえる場所。明日も続く建設の海。